皆さんこんにちは、ルリコです。カメラに新機種登場。今回は DJI Osmo Action 5 Pro、 こちらのレビュー動画を上げていきたいと思います。はい、というわけで私が激推ししているカメラ DJI Osmo Action 4、こちらをね、以前動画を出させていただいて以降これを愛用しているんですけども、なんとこの4からですね、新しく出たアクション5 Pro というものが新登場してまいりました。というわけで今回はこのアクション5 Pro 発売前に少し早くねお借りすることができましたので、私が使ってるアクション4とアクション5 Pro 何が違うのかなって比較していきたいと思います。はい、では前作のアクション4とアクション5 Pro を比較していきましょう。まず本体の比較です。まだ公式のデータをもらっていないので私の採寸なんですが、大きさはアクション4とおそらく変わりません。重さはアクション4が 143g、 アクション5 Pro が 145g となっていて 2g 重たくなっています。見た目部分で変わったところといえば、レンズ部分が大きくなったかなって一瞬思うんですけど、これはこの部分にですね、こんな感じで取り外しできるゴムがついています。このゴムがついてて何が嬉しいかっていうと、このアクション4を見てもらうと分かるんですけど、このレンズの縁の部分に気づかぬうちにね、傷がついてたりしちゃうんですよ。なんかこういうのを事前に防いでくれるって意味でも、このゴムがついてるのは嬉しいなと思います。あとはここのロゴの部分がちょっと大きくなってたりとか、ちょっと分かりにくいんですけど、ここのねフロントのディスプレイなんですが、黒縁がここにね入ってるんですけど、これはこの黒縁部分がちょっとね狭まってるんですよ。今フロント、横でディスプレイも、これもちょっと分かりにくいんですけど、ここの縁の部分が、広まってまたディスプレイ大きくなってます。で横で、ここちょっと今フォトブログの関係で撮っちゃってますけども、あとは下、このアタッチメントは4も5も同じものを共通で使用できました。上の部分ですね。でディスプレイに関してはまた後ほど紹介します。で個人的にめっちゃ嬉しいポイントなんですけど、実はボタンが大きくなっています。こうやると分かりやすいですかね。こっちがアクション4でこっちがアクション5です。これはね、以前アクション4の紹介動画の時に気になるポイントで挙げたんですけども、操作ボタンがちょっとちっちゃかったんですよね。グローブをはめてたりするとボタンがどこかわからなくて押すのに手間取ったりはしてたんですけど、そこの部分が大きくなったので、実際使用しててもボタンどこだろうみたいな探す行為は全くしないですんなりと押すことができました。これはね、地味に嬉しいポイントです。あとは電源ボタンの部分も大きくなってますね。では実際に起動してみましょう。まず起動が早いです。これめっちゃ大事。ただね、普段私が使う時って電源ボタンから始めることってあんまりないので、この上の録画ボタンからスタートさせるので、こっちもやってみますね。はい、早い、嬉しい。はい、そして液晶画面もさらに大きくなりましたね。次は SD カードなしで起動してみました。わかりますか？このアクション4は SD カードなしっていう表示が出ているんですが、アクション5 Pro は1時間ぐらい撮影ができると出ていますね。なんと今回内蔵ストレージが 47GB もあるんです。これめっちゃ助かるんですよ。なぜかっていうと、撮影してると SD カードの容量が足りなくなっちゃって、でも SD カード他にないよとか、じゃあもう古いデータなんとか消さなきゃとか、もうどうしようなんて場面結構あるんですけど、この内蔵ストレージっていうものがあれば、普段は SD カードで録画しといて、で何かあった時にもうリザーブタンクみたいな役割で切り替えると、この内蔵ストレージを使用することができるので、これあるとすごい便利だし助かるなって思います。その他で言うと、バッテリーの駆動時間が今までが160分だったんですが、アクション5 Pro の方はなんと240分になりました。ちなみに業界の平均時間で言うと130分だそうです。確かにアクション4で元ブログ1日撮影してたりすると、だいたい1回はバッテリーを交換するんですね。なんですけど、アクション5 Pro で1日元ブログを使用しててもバッテリーは1回も交換しなかったです。長持ちになってます。
はい、それではですね、実際にカメラをこのように装着して走行していきたいと思います。まずは映像の比較です。2台とも 4K60fps で撮影しています。画角設定はちょっと間違えてしまっております。すいません。ただ、色味は初期設定のままで特に何も変えていません。さあどうでしょうか。比べてみるとアクション5 Pro の方が明るく見えます。緑の色だったりアスファルトの色、そして空の色味も5 Pro の方が心なしか明るく見えていますね。具体的に進化した点は、両者ともイメージセンサーは 1.3 分の1インチ CMOS というのは変わらないのですが、こちらが次世代になっていたり、ダイナミックレンジという映せる光の範囲というのが最大 13.5 ストップになったそうです。今度は夜の撮影です。5 Pro は低照度撮影性能が進化したそうなので、この夜撮影試してみました。確かに明るくて綺麗なのは綺麗なんですが、若干明るすぎて白飛びしちゃってるかなと感じました。そこで明るさの調節をしてみます。さあいかがでしょうか。これね、好みが分かれるかもしれないんですけど、4の方は明るいんですけど、メーター周りとか見てもらうとね、ちょっと一目瞭然かと思うんですけど、飛んでしまってる部分ありますよね。で5の方は割とはっきり見えているので、夜景の撮影にはやっぱりちょっと自分で明るさの調節をした方がより綺麗に映るのかなと思います。いやでも本当綺麗ですね。はい、そしてマイクの進化点としては、いつもね、私が元ブログで使用するときは外部アダプターを使用してアゴマウントをしているんですけども、一つ音声録画できる方法として、DJI のマイク2もワイヤレスで接続することができます。で、アクション4は今までは1台接続だったんですが、アクション5 Pro はなんと2台接続できるようになりました。マイク2台接続するとこんな画面です。撮影中でもマイク2台作動しているのが確認できます。実際に2台で接続して録画できるのか検証してみました。自分のバイクとツーリングするの不思議な気持ち。デイトナイトファイアブセット。ここめっちゃいいね、スカイツリー。綺麗。スカイツリーとかも綺麗に撮れてるのかな。ね、多分それがDJI の強みだったりするから、夜景が綺麗なんだよね。そう、それは多分ね、アクション5 Pro なんでさらに綺麗になってる。では気になる金額のご紹介です。一番ベーシックなパッケージのスタンダードコンボは55,000円、アクセサリーが豊富なアドベンチャーコンボは69,300円となっております。パッケージの中身はこんな感じで、写真はアクション4なのですが、特に変わらないですね。初めてオズモアクションを買われる方は、優秀なバッテリーチャージャーがあるアドベンチャーコンボをおすすめします。単品で買うよりお買い得です。もしすでにアクション4をお持ちの方は、パーツは共通なのでスタンダードで十分だと思います。では、アクション4との差額ですが、こちらの撮影をしたのが発表される前なので、もしかしたら金額が変動してしまっているかもしれないのですが、今の時点で見てみると差額はこんな感じになっています。アクション4もスペック的には全く不満はないので悩む方もいるかと思いますが、個人的には内蔵ストレージのメモリーカードを買う金額をプラスすれば、アクション5 Pro の方がお買い得なのかなと思いました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。最初ね、ちょっと新しく出るの早すぎないと思って、どんどん本体が大きくなって重くなってってしまうんじゃないかっていう不安がね、結構あったんですけど、重さはね、確かに 2g は重たくはなっているんですけど、大きさは全く変わらないので、今まで同様すごく便利に使えるし、さらに、こんなとこあったらいいなっていうところが追加されていってるので、確実に進化していってるなと思います。はい、ぜひ今ね、アクションカメラ今何にしようかなって悩んでる方の参考になれば嬉しいです。というわけで一足早くアクション5 Pro 先行レビューをさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。Wow, when you're away, do I miss you? Is it just because
I can't kiss you, it's the dishes in the sink or the lack of a wink, or just because